はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲーノです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は水路隧道ですが、その前に川回しについて説明したいと思います。川回しというのは、千葉県房総の上総地方でよく見られる土木技法で、房総の地理に馴染みのある方ならよくご存知だと思います。ただ、そういう方ばかりではないので、一度動画で解説しておこうかと思いました。ご存知の方は後半まで飛んでください。これは以前紹介した君津市にある小櫃川水系小原川の水路隧道です。この水路隧道が作られた目的は農地を獲得することで水を確保するためではありません。もちろん川から取水するというようなこともあったかもしれませんが、水を遠方からわざわざ引くために水道を掘ったわけではありません。この説明だけではちょっとわかりにくいですよね。さて、今度はここを空から見てみましょう。これは1975年1月に国土地理院が撮影した航空写真です。赤が水路隧道、水色が川筋です。水路隧道部分の東側に帯状に水田が広がっているのが見て取れます。実はこの水田の部分はかつて川の流路でした。つまりこのように蛇行した川の流れを新たに水路を作ってショートカットし、それによって生まれた水が流れなくなった部分を農地にしたというわけです。このような一連の土木技法が川回しです。ショートカット部分はこのように隧道を掘ることもありますし、ただの水路である場合もあります。なお、農地に転用された旧河道を古川、ショートカット部分を新川と呼びます。今度は順を追ってイラストで説明しましょう。まず流れの蛇行した川があります。この蛇行部分をショートカットする新川を作ります。それにより水の流れなくなった古川ができます。通常古川は土盛りされます。土盛りされた古川部分が新たな農地となります。こんな感じでイメージできたでしょうか。もう一つ例を出しておきます。これは夷隅川の支流沢山川の様子です。これも1975年1月の航空写真ですが、どこが川回しかわかるでしょうか。答え合わせです。まず水路隧道が2本連続してあります。そしてそれらの北と南にこのように古川があります。いかがでしょうか。なお、これらの水路隧道の今の様子です。これは西側のもの。それから東側の水路隧道の内部はこうなっています。謎の水生生物が生息しているようです。やばいです。さて、それではここから今回の動画のメインテーマです。ここは君津市広岡と大飛の境界付近というか、この川が境界になっているようです。上流側に向かって左側、つまり右岸が広岡地区、右側の左岸が大富地区です。そうそう、時々聞かれるのですが、川の左岸、右岸というのは上流側から見て左か右かで決まります。今は下流側から上流側を見ているので、左が右岸で右が左岸になります。なんだか今回は説明ばかりですね。そうこう言ってるうちにもう水路隧道を覗き込んでいます。はっきり言ってパッとしない水路隧道ですよね。しかも水深だけは深くて長靴は水没してしまいます。つまり通り抜けは無理ということです。クソつまらないパターンです。この川には何本か素堀の水路隧道があるのですが、どれもこんな感じで、この時はさすがに少々飽きてきていました。日暮れも近かったので、とりあえず上流まで一通りチェックして帰ればいいと思っていたのですが、この後、最後に思いがけないケースに遭遇します。虫の知らせじゃなくて何て言うんでしたっけ。なんとなく川から登って奥に向かってみたんですよね。動機は特にないです。なんとなく何かありそうな雰囲気でも感じたんですかね。ところが、ここで、ってなるわけですね。そう、見えてきましたね。なんともう一つ穴がありました。で、キョロキョロと見回してみたところ、さらに左の方には昔の川筋、そう、古川の跡もありました。ちなみに農地にする場合は土盛りをしますが、
林業目的で作られた川回しでは、昔の稼働がそのまま残っているケースもままあります。それはともかく、かがまないと通れないという高さ。これは明らかに水路隧道ですよね。となると、先ほどの水路隧道に対する給水道であることは明白です。いや、明白なんて言っちゃいましたが、さすがにこの時、現地では半信半疑でした。水路の給水道なんて不明にして僕は他では見たことがありません。ご存知のように、原水道の横に給水道があるというのは、道路の場合特別珍しいことではありません。皆さん無意識にチェックしますよね。交通量の増加や道路の線形改良のため新しい水道が必要になるというのはままあります。ところが川や水路の場合は基本的にはそのような必要が生じることはありません。つまり水道を掘り直す意味がないということです。あえて言うなら若干ですが川筋の線形が改良されるような気がしなくもありません。でもやっぱり新しい水道を掘り直した理由がわかりません。使われなくなって水が流れていない二号穴はよく見かけますが、このように現役の水路隧道と廃止された旧水路隧道の組み合わせは初めて見ました。ちなみにこの川なんですが、小櫃川水系ですが、名称は不明です。そして川の水源はおそらくゴルフ場の中にあります。ということは、ここを流れている水はゴルフ場の排水ということになりますね。あまり浸かりたくない水です。もちろんゴルフ場の場所も以前は農地だったので、かつてはここも農業用水が流れていたのでしょうね。それにしてもゴルフ場はいろいろなものを破壊しています。僕はゴルフには全く興味がないので、ただのクソ施設だなと思っています。ゴルフファンの方、すいません。ということで、ちょっと微妙ですが、今回の動画はここで終了です。この動画、まあまあだと思ったら高評価、クソだと思ったら低評価をクリックしてください。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。